こんにちは、フォトグラファーの小室美穂です。今回はこちらの Z30 を使ってこれから動画撮影を始めるために知っておきたい5つの機能をご紹介します。こちらの5つの機能を押さえておくだけで誰でも簡単に撮影することができるんです。それでは早速撮影モードからご紹介します。Z30 には5種類の撮影モードがあります。撮影モードはカメラ上部にある撮影モードダイヤルで変更することができます。まずはどんなモードがあるのかというのを簡単にご紹介していきたいと思います。まず緑色のマーク、カメラのマークになっているものがオートになります。そして P がプログラムオート、S がシャッター優先オート、A が絞り優先オート、M がマニュアルになります。こちらの5つを使い分けていただくことによって様々な表現を楽しむことができます。まずオートに設定していただくと、絞り値やシャッタースピードだけではなく細かな設定をカメラ側が行ってくれます。そして P モードと S モードに変更していただくと、絞り値とシャッタースピードをカメラ側が自動で設定してくれます。A モードに設定していただくと、絞り値は撮影者が決定していきます。シャッタースピードに関してはカメラ側が自動で行ってくれます。M モードに変更していただくと、絞り値もシャッタースピードも撮影者が決定する、そういったモードになっています。私がよく使用するのは P モードになります。P モードに設定しておくと、絞り値とシャッタースピードカメラ側が設定してくれるんですけれども、ホワイトバランスやピクチャーコントロールに関しては自分好みの設定にすることができます。それによってよりクオリティの高い映像表現を楽しむことができます。 P モード、S モード、A モードで撮影しているときはカメラ側が自動的に適正なシャッタースピードに設定してくれるんですね。そのモードで撮影しているときにフリッカーが出てしまった場合はフリッカー低減という機能を使用してみてください。フリッカーというのは蛍光灯などがある場所で撮影したときに生じる映像のちらつきのことなんですけれども、シャッタースピードを適正値に設定することで低減することができるんです。To access flicker reduction settings, highlight flicker reduction in the video recording menu and press OK. You can then highlight the desired setting and select it by pressing OK.フォーカスモードをご紹介していきたいと思います。フォーカスモードには AFS、AFF、AFC、MF の4種類があります。使い分けとしては動かない被写体を撮影するときは AFS がおすすめです。そして動く被写体を撮影するときは AFF に設定してください。そうすることによって合わせたい被写体にピントを合わせ続けてくれます。そして AFC に設定するときはピント送りというのを行いたいときです。ピント送りというのは一体何かというと、手前から奥、奥から手前というふうにピント位置を変えながらですね、動画を撮影したいときにおすすめです。そして MF はマニュアルフォーカスの略になります。手動でピントを合わせることができるようになるんですね。この4種類が搭載されていますので、被写体に合わせて選んでみてください。To choose a focus mode, display the eye menu and select Focus Mode. You can then highlight the desired mode and select it by pressing OK. 次に AF エリアモードについてご紹介していきたいと思います。AF エリアモードはピントを合わせる箇所、フォーカスポイントをどのように選択するのかというのを変更することができます。まず AF エリアモードの種類はこちらになります。まずはシングルポイント AF、ワイドエリア AF-S、ワイドエリア AF-L からご紹介していきたいと思います。
こちらを変更していただくことによってフォーカスポイントの大きさを変えることができます。まずシングルポイント AF に設定するとフォーカスポイントがかなり小さくなりますので、細かな被写体にピント合わせをしたいときにおすすめです。ワイドエリア AF に設定するとフォーカスポイントが大きくなりますので、風景のように大きな被写体にピント合わせをするときにとても便利です。そしてオートエリア AF に関しては画面上のどこでもピント合わせができるようになります。そしてこちらの4種類は人物や動物を撮影するときにおすすめのモードになります。例えばオートエリア AF 人物に設定しておくと顔や瞳を検出しながらですね、ピント合わせを行ってくれるのでとても便利です。こちらの AF エリアモードを被写体や目的に合わせて変更してみましょTo choose an AF area mode, display the I menu and select AF area mode. Highlight the mode best suited to your goals and select it by pressing OK. 3つ目は色味を調整するホワイトバランスという機能についてです。こちらの9種類から撮影環境に合わせて設定することで自然な色味で撮影することができます。ホワイトバランスは見た目通りの色味に調整するための機能ですけれども、意図的に使うことによって印象的な映像に仕上げることもできます。アーティスティックな表現を楽しみたい場合はいろんなホワイトバランスを試してみましょう。To choose a white balance setting, display the I menu and select White Balance. Highlight the desired option and select it by pressing OK.ここでは画像サイズ、フレームレートについてご紹介していきたいと思います。設定画面のこちらの数字は動画のサイズを表しています。高精細な映像にしたいときは 4K と呼ばれる 3840×2160 がおすすめです。SNS にアップしたりスムーズに編集したい場合は比較的データの軽い 1920×1080 のフル HD に設定しましょう。この部分の数字はフレームレートを表しています。フレームレートとは1秒間で記録する画像枚数のことです。例えば 30p であれば30枚、60p であれば60枚を記録します。数字が大きければ大きいほど動画が滑らかになります。汎用性が高いのは 30p になります。スポーツなど動きの速い映像を撮るときは 60p がおすすめです。映画のようにドラマチックな表現を楽しみたいときは 24p を選んでみましょう。To choose the frame size and rate, select Frame Size, Frame Rate in the Video Recording menu, then highlight the desired option and press OK.最後により印象的に動画を撮影するための機能、ピクチャーコントロールをご紹介します。色合いやコントラストを変更するピクチャーコントロール8種類と多彩な効果によりさまざまな表現を楽しむことができるクリエイティブピクチャーコントロール20種類、合計28種類から選択することができます。見た目通りに表現したい場合はスタンダードがおすすめです。表現したいイメージに合わせてぜひ選択してみてください。To choose a picture control, display the I menu. Highlight the desired picture control and press OK.
今回ご紹介した5つの機能を覚えておけば、誰でも素敵な動画を撮影することができます。次の動画ではご紹介した機能を使って実際に撮影しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。